こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、このチャンネルからの購入で 20% オフというキャンペーンを行っております。概要欄のリンクから飛んでいただきますと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここからいつも通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、結果としては全体で、プラス 4.87 億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはフィデリティの FBTC がプラス 2.20 億ドル、ブラックロックの IBIT がプラス 1.55 億ドル、アークのアークビーがプラス 0.71 億ドル、他はビットワイズ、グレースケールもプラスとなっています。これで全体では17日連続のプラス、流入量も先週までと比較すると今週はかなり多くなっております。香港の ETF はまだ公開されてなくてですね、いつになるのかわからないので今回省こうと思います。ビットコインの価格は現在7万1000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 ADP 雇用者数が予想の 17.7 万人に対して結果が 15.2 万人と予想を下回る結果となったんですが、その後の ISM 非製造業景気指数では予想の 51.1 に対して結果が 53.8 と前回予想ともに上回りまして、米国の景気回復示唆から米ドル高となっています。で、米金利が下落し続けている件に関しては、先日からの流れが継続しているとか、今後の利下げが見込まれているとか、いろいろ見解が出てるんですけども、昨日の要人発言の方で、カナダの中銀総裁マクレムが、インフレが緩和すれば追加利下げの期待は妥当とか、FRB と歩調を合わせる必要はないとかですね。またイタリアの中銀総裁パネッタも、今利下げすべきとか、ECB は米 FRB との乖離を恐れるべきではないとかね。強く利下げを示唆するような発言をしてまして、カナダの金利、ユーロ圏の金利もマイナス 1.6% からマイナス 1.4% と下がっています。どちらが先行しているのかわかりませんけども、全体的に利下げムードとなっています。金利が下落したことから各指数は上昇してまして、ナスダック、S&P500 などは AT 値を更新してますね。米国債金利が 4.29 とさらに下がってまして、ナスダックが 19,030、S&P500 が 5,360、ダウ平均が 38,800、金ゴールドが 2,355 ドル、日経平均が 38,900 円、ドル円が 155.7 円となっております。個別株の方では、ケイリズデールキャピタルがマイニング企業のライオットプラットフォームズに空売りを仕掛けているというレポートを公開したのが話題になっています。内容としてはですね、ビットコインマイニングはこれまで私たちが目にした上場企業のビジネスモデルの中で間違いなく最悪の部類に入ると、収益は予測不能、資本集約型、競争が激しい、最近ではライオットが厳しい規制の監視を受けていると、マイニング企業イコール悪であると煽っております。これがルール上ありっていうのがすごいですよね。先日もこのライオットプラットフォームズがビットファームズの買収に動いてたり、コアサイエンティフィックにコアウェーブが出資したのが話題になりましたけども、JP モルガンとかはですね、これらのマイニング企業が買収の標的になってるんじゃないかという見解を出してるんですね。ビットコインを買って自社の株価を釣り上げるという手法も流行ってますけども、マイニング企業自体を買い取ってしまうっていうのも、一つの手として行われてるのかもしれませんね。だから今回の空売り宣言も、もしかしたら買収までの布石なのかもしれないです。デリバティブ市場の方では6月満期のビットコインのコールオプションが7万5000ドルあたりに集中しているのが話題になってまして、市場は短期的にも強気であるという見方が出てます。ビットコインの先物の方では OI が全体でプラス 1.0%、額としては369億ドル相当、昨日の AT 値更新からさらに上がっております。比率としては全体ではショートが 50.6%、マイナス面はショートが 51.7% と下寄りになっています。今後の指標としては本日6月6日にユーロ ECB 政策金利、6月7日に米雇用統計、6月10日に日本の GDP 二次速報、ノルウェーの CPI などが控えております。市場全体で見ると米雇用統計を控えながらも、金利が下落してまして、指数が上向きになっている状態。仮想通貨市場単体で見ると、米国の ETF の流入がまた盛り上がってきてまして、ビットコインが強くなっている。ただ他のアルトはついてきてない状態なのかなと思います。ビットコインのチャートだけ見たら、一番抵抗の強そうな71,500から72,000のラインで揉んでる状態ですが、今週もあと2日ありますから、
バッドファンドも今のところ特にないですし、ETF の勢いを見るとですね、もしかしたら今週中に抜けるかもしれませんね。上はこの71,500あたりを抜けるかどうか、下は何かしらのファンダがあったとき、7万ドルもしくはその下の68,000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。バンエックのアナリストがイーサリアムの2030年の価格予測を22,000ドルに引き上げたのが話題になっています。報告書ではですね、イーサの ETF スケーリングの進捗状況及びオンチェーンデータを反映させた結果、22,000ドルになったと主張しています。昨日も KSAT3 の ETF が取引開始された場合、5ヶ月で48億ドル相当の流入が見込めるといったような予測が話題になりましたけども、22,000ドルって今から約5倍以上ですからね、時価総額2兆ドルくらいですか。もう一回反撃バブルが来たら、このくらいになるということですね。その時まで何事もなく、イーサが無事で、また反撃バブルが効くのかってところは謎ですけど、イーサがね、22,000ドルになってたらいいですよね。あとはビットメックスがイーサに対しても200倍のレバレッジを提供すると発表しています。ビットメックスは4月にビットコインの250倍のレバレッジを開放して話題になりましたけど、今回イーサで200倍となっています。イーサ200倍で生き残れる人はいるんでしょうかね。ビットメックスの今後の展開にも注目です。イーサの価格は現在3,860ドル、BTC 建ては 0.0543 と、昨日からは上がっております。先物の方では青いが全体でプラス 1.9%、額として164億ドル相当と、こちらも ATH 更新となっています。比率としては全体ではショートが 51.4%、バイナス意味はロングが 66.5% と、全体では下寄りになっています。ドル建てチャートでは未だ3800の攻防となってますが、BTC 建ては 0.053 あたりで2回反発した形になってまして、その後抵抗を超えて反転しているようには見えます。ただファンダ的には何も進展がないんで、これだけで判断はできないのかなと個人的には思いますね。ただ OI は ATH 更新してるんで、それは上昇の要素となりそうですね。ドル建てでは引き続き4000の攻防に迎えるかどうか、下は3800のラインで反発できるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。SEC のゲンスラーが仮想通貨業界にさらなる規制を課すようなコメントを残したことが話題になっています。CNBC のインタビューでゲンスラーはですね、情報開示を行っている仮想通貨取引所も市場操作を行っている場合、措置を免れることはできないと、情報開示するだけでは顧客保護とは言えないといったような表現のコメントを残しています。これ以前 SEC 側が仮想通貨取引所に対してですね、顧客を含めた全ての取引を開示するように求めたことがありまして、それに対して仮想通貨業界側はですね、ただただ仕事が増えるだけでやる意味がないみたいなことを言って、反応してたんですけど、それに対してまたゲンスラーが、そんなもんじゃ足りないよと言い返している展開なのかなと思います。SEC の要求がそのまま通る時代ではなくなってるんで、この通りにはならないと思いますけど、SEC からね、何かしら新しい規制の提案が出た時には、市場は反応すると思いますんで、注意が必要ですね。あとはバイナンス幹部のガンバリアンがナイジェリアに拘束されている件の続報になります。米国の議員らがバイデン大統領にガンバリアンを救済するよう要請しています。ナイジェリアで3ヶ月近く拘束されており、5月24日には法廷で倒れたと、マラリアに感染している恐れがあるため、一刻も早く連れ戻す必要があると、十数人の連名でバイデン大統領に書簡を送っています。これどうなるんでしょうかね。そのガンバリアン自体は米国市民らしいんですけど、バイナンスは中華系で、米国が今まで一生懸命追い払ってたあのバイナンスですからね。この件にね、米国の大統領が手を差し伸べるって考えづらいんですけど、大統領選も近いですから、市民をね、守る方を優先するのかもしれませんね。このタイミングで BNB も ATH 更新して話題になってますけども、このナイジェリア対バイナンス、またバイデン大統領の今後の動きにも注目ですね。あとは DMM が不正流出したビットコインを調達するための資金調達計画を発表したこともグローバルで話題になっています。DMM の発表によるとですね、第一報の通り、お客様の預かりビットコインの全量については、流出相当分のビットコインをグループ会社からの支援のもと調達し、全量を保証しますと。6月3日に借り入れによる資金調達50億円、過去実施済み、6月7日、増資による資金調達480億円、6月10日、劣後特約付き借り入れによる資金調達20億円、計550億円となっております。これ気になるのはですね、その流出した分は 4502.9BTC とされてまして、流出した当初は482億円相当だったんですけども、今現在ではビットコインも日本円建てで1110万円と値上がりしてるんで、約500億円相当になってるんですよね。
で、DMM の発表では、市場に影響を与えないよう配慮しながら調達を進めてまいりますと、のことなんですけど、今の市場の流れを考えてもですね、これ早く調達しないと、550億円でも足りなくなる可能性がありますよね。6月10日にプラス20億で、全部で550億ですけど、6月7日時点では530億ですから、そこから順次調達したとしてもですね、今からビットコインが 6% 上がっただけでもう足りないんですよね。6月7日以降ですね、順次買い集めていくにしても、間に合うのかどうかがちょっと心配になりますよね。DMM からしたら、一瞬でもいいから下がってくれという気持ちなんでしょうけど、現状だとね、厳しいのかなと思ってしまいます。こちらも明日以降の動向に注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。